インド人の遺伝的変異を分析した2009年と2013年の研究では、現代インド人の大部分は遺伝的に異なる北方系と南方系の2つの古代集団が混じり合うことによって形成されたことが示されました。さらに、その後急速に進展した古代ゲノム研究から、南北の古代集団自体も3つの祖先集団の複雑な混合によって形成されたことが分かってきました。今回は4万年以上前に遡るインド人の起源について解説していきます。現代インド人の3つの祖先集団のうち、最初にインド亜大陸に定着した人々は、古代祖先南インド人と呼ばれる狩猟採集民で、4万5000年前頃、西アジアから移動してきた原生人類集団に起源を持ち、東アジアやオセアニアの人々の祖先も同じ集団から分岐したと考えられています。現代人の中ではインド洋東部のアンダマン諸島オンゲ族が、古代祖先南インド人と比較的近縁な関係にあるとされていますが、新たな研究では、インド南部のイルラ族が、より古代祖先南インド人に近い遺伝的要素を持っていると報告されています。かつてインド亜大陸の一部だったセイロン島では、3万年前頃のものと推定される原生人類の化石や、アフリカ以外では最古となる4万5000年前頃の骨製の矢尻が発見されています。後期旧石器時代には、古代祖先南インド人に関連する南アジア狩猟採集民が、インド亜大陸の広範に分布していたと推測されており、インド中部のビームベートカー岩陰遺跡の岩絵の一部や、インド西海岸の根幹地方に残る大規模なペトログリフなどが、この時代のものと推定されています。インダス川の西側に位置するメヘルガルでは、紀元前5200年頃から農耕と牧畜が行われていたと見られていますが、紀元前4650年頃以降になると、南東イランの様式に似た陶器を特徴とする文化が現れることから、この時期に南東イランからの移住があった可能性が示唆されています。メヘルガルでは、ネックレスや腕輪などの装飾品用のビーズを加工する精密なドリルの技術が発達しており、ドリルを使った最古の歯の治療が行われていたことが明らかになっています。メヘルガルの集落は次第に衰退していきますが、住民はインダス川流域へ移住していったと推測されており、農耕牧畜の基礎やビーズ加工の技術などはインダス文明に受け継がれていきました。高度な計画都市や優れた上下水道システムが特徴のインダス文明は、権力を伺わせる王宮や神殿のようなものは見つかっていないことから、貧富の差が少ない、比較的平等な社会だったと考えられています。インダス文字は未だ解読されていませんが、インド南部を中心に話されているドラビダ語に関連しているとする説が、複数の研究から支持されており、インダス文明の担い手は、ドラビダ系の人々だった可能性が高いと見られています。2019年の研究では、インダス文明に関連する遺骨から DNA を抽出することに初めて成功し、それまで謎に包まれていたインダス文明の担い手の起源と現代インド人とのつながりについて報告されています。遺骨はインダス文明最大の遺跡の一つ、ラーキーガリー遺跡で出土した紀元前2800年頃から紀元前2300年頃の女性のもので、その遺伝的起源は、イラン農耕民に関連する人々と、南アジア狩猟採集民にあることが分かりました。この、イラン農耕民に関連する人々が、現代インド人の2つ目の主要な祖先集団とされ、イラン高原に居住していた狩猟採集民から1万2000年前頃に分岐し、9000年前頃以降、南アジア北西部に移住したと推測されています。インダス文明の近隣で栄えたゴヌールデペとシャフリソフタの都市遺跡から出土した多数の遺骨のゲノム解析では、大部分の個体がイラン農耕民とアナトリア農耕民に関連する祖先を持つことが示されましたが、ラーキーガリー遺跡の女性のようにイラン農耕民と南アジア狩猟採集民に関連する祖先を持つ個体が11体確認されました。
2つの遺跡は、インダス文明との文化的接触が確認されていることや、現代のドラビダ人で一般的な父系ハプログループ H 系統が含まれ、インダス文明に由来する副葬品とともに埋葬されていたものがあることなどから、11人はインダス文明圏からの移住者であり、女性を含む12人の遺伝的構成は、インダス文明集団を表している可能性が高いと推測されています。紀元前3300年頃、現在のウクライナからロシア南西部にかけて広がるポントスカスピ海ステップにクルガンと呼ばれる墳丘墓を特徴とするヤムナ文化が出現します。この文化の担い手であるヤムナ人は、考古遺伝学では西部ステップ牧畜民、あるいはステップ関連祖先と呼ばれ、現代インド人の3つ目の主要な祖先集団に関連すると考えられています。乗馬や牛に引かせる荷車の導入によって、放牧の規模と生産性を飛躍的に高め、勢力を拡大したヤムナ人は、紀元前3000年頃、ヨーロッパへの大規模な移住を開始しました。彼らはインドヨーロッパ語族の祖語を話していた可能性が高く、大規模な移住とヨーロッパ農耕民との混合を通じて、ヨーロッパ全域にその言語が広まっていったと考えられています。2015年のゲノム研究では、インドイラン語派の元凶とされるシンタシュタ文化とアンドロノボ文化の担い手は、ヨーロッパのナワメモンドキ文化を築いた人々に起源があることが分かりました。ヤムナ人とヨーロッパ農耕民が混じり合うことによって形成されたナワメモンドキ文化集団の一部がステップに移住し、シンタシュタ文化とアンドロノボ文化を築いたと推測されています。放牧地をめぐり、部族間の戦闘や襲撃が頻発していたとみられているシンタシュタ文化の集落は強固に要塞化されており、エリート層の墓からは最古のスポーク式車輪の二輪戦車、チャリオットや高度な夜勤技術を示す大量の青銅製の武器が出土しています。シンタシュタ文化で開発されたとみられている軽量なスポーク車輪と馬を組み合わせたチャリオットは、高速移動と高い機動力を実現し、歩兵中心の青銅器時代の戦争に新しい戦術的優位をもたらしました。2022年の研究では、シンタシュタ文化とアンドロノボ文化の人々は、金髪や明るい茶色の髪、青い目や茶色の目、明るい肌や中程度の明るさの肌の人々が混在していたことが分かりました。また、父系ハプログループの大半は、インダス文明に関連する個体では見られず、現代インドで一般的な R1A 系統で占められていたことが明らかになっています。紀元前2000年頃以降、ユーラシアステップの乾燥化と寒冷化によって、水源や牧草地が減少したと見られているアンドロノボ文化圏から、中央アジア南部のアムダリア川上流域などで栄えていた、バクトリア・マルギアナ複合と呼ばれる文化圏に移住する人々が現れました。彼らが、高貴なを意味するアーリアと自称したインドイラン祖語の話者だったと考えられており、宗教施設や儀礼体系が発達していたバクトリア・マルギアナ複合の文化から大きな影響を受けたと推測されています。インドイラン語派の宗教儀礼や灌漑農業、都市生活に関する語彙の多くが、バクトリア・マルギアナ複合の言語に由来する可能性が高いと指摘されており、ベーダ祭式における幻覚作用を伴う飲み物、ソーマの信仰も、この文化から取り入れられたと考えられています。バクトリア・マルギアナ文化の影響を受けたアーリア人は、イラン・アーリア人と、現代インド人の3つ目の主要な祖先集団とされるインド・アーリア人に分岐しました。19世紀中頃、インド北部の言語とヨーロッパの言語が共通の祖先言語、インド・ヨーロッパ祖語から分岐したとする概念が一般化すると、インド・ヨーロッパ祖語の話者、アーリア人がインダス文明を滅亡へ追いやり、先住のドラビダ人を征服したとするアーリア人侵入説が提唱されます。インダス文明の都市遺跡、モヘンジョダロから出土した大量の遺骨が、それを裏付ける証拠と考えられましたが、その後の研究では、遺骨に虐殺の痕跡はなく、アーリア人の移住も、インダス文明のほとんどの都市が、
放棄された後だったことが分かってきました。2025年の研究では、4450年前頃から3400年前頃にかけて、インダス文明地域で4回の長期干ばつが起きていたことが明らかになり、インダス文明の衰退を示す考古学的証拠と干ばつの時期が一致していることから、インダス文明の滅亡は長期にわたる干ばつが主要な要因だったと結論付けられています。ハラッパーが放棄された後に現れたH墓地文化の遺構や遺物はインダス文明との連続性を示していますが、それまで一般的だった土層から下層へと徐々に変化しており、スワート渓谷で出土した遺骨のゲノム解析では、ステップ関連の祖先比率が時間の経過とともに増加していくことから、インドアーリア人の移住が何世紀にもわたり継続し、地元住民と緩やかに混じり合っていったと推測されています。紀元前1200年頃、ガンジス川流域に現れたサイモン灰色土器文化は、インドアーリア人との関連が指摘されており、鉄器の普及に伴い、ガンジス川流域に拡大したインドアーリア人は、遊牧や牧畜中心の生活から農耕中心の定住生活へ移行していきました。ベーダ時代に拡大したインドアーリア人の言語や文化は、先住民から強い影響を受けたと考えられており、インドアーリア語の語彙の一部や、ドラビダ語にも見られるソリジタ音、さらにはヒンドゥー教のシバ神、ヨガ、沐浴などは、インダス文明に起源があると指摘されています。この時期に編纂されたと見られているバラモン教最古の聖典リグベーダには、カーストの原型となる4つの身分の起源について次のように説明されています。神々がプルシャを切り分かちたるとき、幾幕の部分に分割したりしや、彼の口はバラモンなりき、両腕はクシャトリアとなされたり、彼の両ももはすなわちバイシャなり、両足よりシュードラ生じたり。インダス文明衰退後、インドア大陸の北部ではステップ関連集団とインダス文明関連集団が混じり合い、祖先北インド人が形成され、南部ではインダス文明関連集団と南アジア狩猟採集民関連集団が混じり合い、祖先南インド人が形成されます。その後、祖先北インド人と祖先南インド人も混じり合い、現在のインドア大陸に見られる南北の遺伝的勾配が形成されていきますが、インドヨーロッパ語族話者の上位カーストの間では、およそ70世代前に集団間の混合がほぼ停止したことが2016年の研究で明らかになりました。この時期、インドア大陸北部の大部分は、ヒンドゥー教を国家の柱に位置づけたグプタ朝が支配していました。グプタ朝では、ヒンドゥー教の教えに基づく社会規範が形成され、4つの階級、バルナを構成する職業集団、ジャーティ単位で結婚を完結させる内婚制に移行していったと推測されています。数百年かけて、インド南部やカーストに属さない人々にまで浸透した内婚制は、ジャーティ内に有害な先生遺伝子を蓄積させてきたと考えられており、インド人以外ではほとんど見られない遺伝性疾患が高頻度で発症する事例が報告されています。現代インド人に見られる父系ハプログループは、3割から6割がステップ関連祖先由来の R1A 系統ですが、母系ハプログループは圧倒的にインドア大陸固有のタイプとなっていることから、インドアーリア人の移住が男性に偏ったものだった可能性が示唆されています。先住民に比べ少数だった可能性が高いインドアーリア人の宗教や言語は、エリートによる支配や地元の有力者がエリートに加わることによって広まっていったと考えられており、小規模な集団の移住であっても、政治や軍事、宗教などで支配的地位を確立し、主要な領域や交易を掌握できれば、先住民は社会的、経済的に上昇するために、エリート層の言語や文化を模倣するようになると推測されています。インドアーリア人の移住後、インド人の基本的な遺伝的構成を大きく変えるような移住の波はなかったと見られており、南アジア人の遺伝的な祖先構造モデルを提示した画期的な研究の筆頭著者である遺伝学者バギーシュ・ナラシムハン氏はキャラバン氏のインタビューで、
大部分の現代インド人の主要な遺伝的起源は、祖先北インド人と祖先南インド人に共通する源流、インダス文明関連集団にあるとの見解を示しています。